皆さん、こんにちは。ゆいです。こんにちは、あきらです。今日も日常で使える自然な日本語を聞きながら楽しくおしゃべりしていきましょ今回はですね、私たちの生活でちょっと避けては通れないある難しいテーマについて話したいと思います。う。難しいテーマ？なんだか緊張しますね。それは友達とのお金の貸し借りについてです。あきらさんはこれ、ありだと思いますか？なしだと思いますか？いきなり確信ですね。正直に言うと、状況によるかな。でも、基本的にはあまりしたくないですね。ですよね。私も絶対なし派です。お金のことで友達との関係が気まずくなるのが一番嫌ですから。わかります。でも、例えば、一緒にご飯を食べて、レジでお会計をするときに、お財布忘れた、みたいなことたまにありませんか？そういうちょっとした建て替えですね。それなら私もあります。そういう1000円とか2000円の小さいお金なら、とりあえず僕が払っておくよってなりますよね。確かにその場を助けるための少額ならそこまで重く考えないかもしれません。ええ。でも、その小さな金額でも、後でトラブルになることって結構あるんですよね。そうなんですよ。少額だからこそ相手が忘れてしまったり催促しにくかったりしてもやもやすることが多い気がします。なので、今日はそのあたりのモヤモヤについて2人の考えをじっくり話してみましょ先ほどの少額なら貸せるという話ですが、あきらさんの中でいくらまでなら少額に入りますか？う。そうですね。もし万が一帰ってこなくても、ギリギリ諦めがつく金額ということであれば、僕は3000円くらいまでかな。なるほど、3000円。私はもっと厳しいかもしれません。1000円でも返ってこないとやっぱり心の中で引っかかっちゃいます。確かに1000円でも自分のお金はお金ですからね。そうなんです。私がケチなのかなとも思うんですけど、金額の大きさよりも借りたものを返さないという事実が気になるんですよね。いやー、ケチじゃないですよ。それは当然の感覚だと思います。じゃあ、もし友達から1万円貸してと言われたらどうしますか？1万円は完全にアウトですね。理由を聞く前にちょっと警戒してしまいます。1万円になるとお財布を忘れたからというレベルではなくなりますもんね。何かに使うためにお金が足りないということになります。そうなんですよ。そこまで行くと、どうして私に借りるの？家族には頼めないの？といろいろな疑問が湧いてきます。確かに。親しい友達だからこそ言いにくい事情があるのかもしれないけれど、貸す側としては不安になりますね。あきらさんこれどうですか？ 1 万円と言われたら。僕はその友達との関係の深さと、あとはやっぱり理由によりますね。理由ですか？どんな理由なら貸してもいいと思えるんですか？例えば、急な病気で病院に行きたいけど手持ちがないとか、そういう緊急事態なら迷わず助けたいと思います。医療費みたいな緊急事態なら私も見捨てられないかもしれません。でも、それ以外の理由だったらどうですか？例えば、どうしても欲しいカバンがあるんだけど、給料前で足りないから貸して、みたいな理由ですよね。それは絶対に断ります。自分の趣味や買い物のために人からお金を借りるなんて、金銭感覚が合わないなって思っちゃいます。ゆいさんは本当にしっかりしていますね。でも僕もその理由だと貸さないかな。我慢すればいいだけのことですからね。そうですよね。生活に直結しないことにお金を借りる人は、返す時もルーズになりそうな気がして怖いです。そういう傾向はあるかもしれません。本当に困っている親友から助けてと言われたら、僕は少し無理をしてでも助けたくなるんですが、
アキラさんは優しいですね。でも私はやっぱり本当に困っている時こそ、プロの機関とか、まずは家族に相談するべきだと思うんです。なるほど。友達の好意に甘える前にもっと正式な方法を探すべきだということですね。はい。友達にお金を借りるって、それだけその人との関係にリスクを持ち込むことになりますから。おっしゃる通りです。僕も友達だからこそお金のやり取りは慎重にならないといけないと常々思っています。それに、もし貸したとしても、いつ返してくれるのかなってずっと気にして過ごすのが精神的に疲れませんか？ああ、それはすごくよくわかります。貸した側がなぜか遠慮して、もやもやした気持ちを抱えることになりますよね。そう。なぜ貸した側がストレスを感じなきゃいけないのって思います。実を言うと、僕も昔それで少し苦い経験をしたことがあるんです。アキラさんにもそんな経験があるんですか？よければ教えてもらえませんか？ええ、学生時代なんですけど、サークルの友達に飲み会のお金を立て替えたことがあって、3000円くらいだったかな。はい。よくある少額の立て替えですね。その友達は、来週返すねと言っていたんですが、1ヶ月経っても何も言ってこなくて、すっかり忘れているようだったんです。うわぁ、それは一番困るパターンですね。催促しづらいですし。そうなんです。会うたびに普通に楽しく話しかけてくるんですが、僕の頭の中には、あ、まだ3000円返してもらってないなって言葉がいつも浮かんでいて、わかります。相手は悪気がないのかもしれないけど、自分だけがずっと覚えているのがバカみたいに思えてきますよね。その通りです。結局3000円というお金を失ったことより、約束を忘れられていることや、適当に扱われているような気がして悲しかったんです。そこなんですよ。お金が返ってこないこと自体よりも、その人の態度が一番人を傷つけるんですよね。ええ。信頼していた友達だったからこそ、お金のルーズさがどうしても許せなくなってしまって、少しずつ距離を置いてしまいました。すごく共感します。忘れるというのも問題ですが、もっとひどいのは、意図的に先延ばしにする人じゃないですか？ああ、自分から理由を説明せずに、ただ黙って期限を過ぎるパターンですね。そうです。本当に今お金がなくて返せないなら、ごめん、もう少し待ってくれないかなって一言言ってくれれば、全然印象は違うのに。全くその通りですね。連絡をしないという態度が一番信頼を壊す原因になります。お金を借りた人って、なぜか自分から連絡を避ける傾向がありますよね。気まずいのはわかるんですけど。おそらく催促されるのが怖いとか、言い訳をするのが面倒だと思ってしまうんでしょうね。でもそれは逆効果です。逆効果どころか完全にアウトです。私はそういう不誠実な態度を見た瞬間に、この人とはもう友達ではいられないなってシャッターを下ろしちゃいます。ゆいさんは決断が早いですね。でもそれくらいお金の切れ目は縁の切れ目と言われる理由がよくわかります。だって誠実に事情を話してくれないということは、私をそれくらい軽く見ているってことですから。そうですね。相手を尊重していれば心配をかけないようにすぐに状況を伝えるはずですからね。そう考えると、やっぱり最初から貸さないのが一番安全な気がしてきませんか？リスク管理としては絶対に貸さないのが一番正しいのかもしれません。貸す方も借りる方もストレスを感じなくて済みますし。そうですよ。友達関係を長く続けたいなら、お金の壁はしっかり作っておくべきだと思います。でもゆいさん、もし本当に大切な大親友がどうしても困っていて泣きついてきたら、どうやって助ければいいんでしょうか。突き放すのは辛いですよね。でも、現金を渡すことだけが助ける方法じゃないと思うんです。なるほど。お金を貸す以外のサポート方法ですね。それはすごくいい視点かもしれません。
私はお金を貸す代わりに自分が負担にならない範囲で別のサポートをしたいなと思います。具体的にはどんな風に助けてあげるんですか？例えば、生活費に困っている親友だったら、私の家にご飯を食べに来なよって誘ってお腹いっぱいご馳走します。おー、それはすごく温かいサポートですね。手作りのご飯をご馳走するなら、後で返してほしいとも思わないですし。そうなんです。貸すじゃなくてご馳走するだから、私にとってもプレゼントみたいな感覚でストレスがないんです。なるほど。現金だとトラブルの元になるけど、食事や日用品のプレゼントなら、純粋な好意として受け取れますね。はい。あとは話をじっくり聞いてあげることですかね。一緒にお金の解決策を調べてあげたり。確かに、ただ現金を渡すだけでは、その人の根本的な問題解決にならないことも多いですからね。寄り添って一緒に考えるのは本当の優しさだと思います。そう言ってもらえると嬉しいです。冷たいって思われるかなと少し心配だったので。全然冷たくないですよ。むしろ長期的な友達関係を真剣に考えているからこその行動だと思います。あきらさんだったら、どうしてもお金が必要な友達にどう対応しますか？僕の場合はですね、もし本当に貸すとしたら、貸すのではなく、あげるつもりでお金を渡します。あげるつもりですか？それはかなり思い切った考え方ですね。はい。最初から返ってこないものだと思っていれば、もし返ってこなくても腹が立ちませんよね。なるほど。自分の心を守るための防衛策みたいなものですね。そうなんです。だから、自分があげても後悔しない金額しか出しません。それ以上の金額はきっぱり断るようにしています。あきらさんのあげるつもりで渡すという考え方も一つの解決策かもしれません。でも相手にはどう伝えるんですか？相手には普通に貸すよと言いますが、内心では諦めているという状態ですね。でもこれにも欠点はあります。欠点ですか？相手が甘えてまた頼ってくるかもしれないということですか？その通りです。だから、もし貸すことを選ぶなら、言葉を曖昧にしないことが一番重要だと思います。厳しく同意します。いつか返すねとか、余裕ができたら返すねという言葉が一番危険ですよね。いつかという言葉は借りる側にとってはずっと先で、貸す側にとってはすぐにだったりしますからね。認識のズレが一番怖いです。いつ返すのか、どうやって返すのか、友達だからこそしっかりルールを決めるべきですね。そうですね。それに僕たちがたまにやる、ここは僕が払っておくよ、おごるよというのもはっきりさせた方がいいです。ああ、貸すのか、おごるのかという違いですね。はい。ここはいいよとだけ言うと、おごりなのか建て替えなのかわからなくて、後でギクシャクすることがあります。ああ、日本人特有の遠慮というか空気を読む文化が裏目に出るパターンですね。私はおごるときは今日はおごるねってきっぱり言うようにしています。それが一番親切です。変に言葉を濁すのは優しさではなくて逃げになってしまうこともありますからね。そうですね。お金が絡むときこそ言葉をはっきり伝える勇気を持たないといけないなと改めて思いました。お互いのために分かりやすさが一番の思いやりですね。さて、そろそろ終わりの時間が近づいてきましたが、最後にもう一つだけ。もし友達がお金を返すのを忘れているとき、どうやって丁寧に催促すればいいでしょうか？直接お金返してというのは角が立ちますからね。私ならクッション言葉を使うと思います。クッション言葉いいですね。どんな風に言いますか？例えば、あの時のランチ代、もし余裕があったらお願いできるかなみたいな感じでしょうか。もし余裕があったら、これは柔らかくてとても自然な表現ですね。相手を責めるニュアンスを減らせるし、思い出すきっかけにもなるので便利だと思います。皆さんももしこういう状況になったら、ぜひこの表現を使ってみてくださいね。さて、
今日の話をまとめるとどうなりますか？そうですね。私が今日一番感じた結論は、友達だからこそお金のことはちゃんと話した方がいいということです。僕も完全に同意します。正解は一つではないですが、曖昧にせず自分のスタンスをしっかり持つことが大切ですね。リスナーの皆さんはどう思いましたか？皆さんは友達にお金を貸せますか？いくらまでなら貸せますか？また、お金を返してもらえなかった経験はありますか？ぜひコメント欄で教えてください。みんなのエピソードを読むのが楽しみです。もし今日の会話が面白いなと思ったら、チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。そして今日私たちが話した会話の内容を文字でしっかり確認したいという方のためにスクリプトを用意しています。今回のチャットのスクリプトは一番上の固定コメントからダウンロードできますよ。シャドーイングの練習などにぜひ活用してくださいね。それでは今日はこの辺で、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。